今回はソイワックスとソイワックスからできるソイキャンドルについてご紹介いたします。ソイキャンドルっていうのは、大豆から取れる植物性の油のソイワックスっていうものを原料に作られたキャンドルのことで、一般的なこのようなキャンドルっていうのはパラフィンなどの石油が原料なんですけれども、ソイキャンドルは植物由来のキャンドルで環境や人に優しいと言われています。で、植物由来のワックスっていうのは他にも蜜蝋だったりココナッツ、ヤシの木のパームワックスだったりライス、漆など様々あります。このような植物由来のワックスは石油系のワックスに比べると作る時の扱いがちょっと難しいんですけれども、その中でも比較的扱いやすく出回っているのがソイワックスとなります。他にもソイワックスには様々なメリットがあるので、キャンドルが好きな人だったりキャンドルを作る人たちの中ではソイワックスがとても植物性由来のワックスの中ではポピュラーになっています。で、ここからはソイキャンドルの特徴を7つご紹介いたします。まず1つ目の特徴として、こちらの一般的なキャンドルは炭素が主成分の石油系のキャンドルなんですけれども、ソイワックスは油でできているので比較的すすが出にくく、パラフィンワックスの 10% ほどのすすしか出ないとも言われています。で、50度前後の低温で溶けるっていうところが火が強くなりにくかったり、すすや煙が出にくくなる理由と考えられます。で、低温で燃焼するので焦げにくく、一般のろうそくを消した時のような独特な香りもすごく少ないです。なので、お食事の際のテーブルだったりペットやお子様がいる家庭でも安心してお使いいただくことができます。で、2つ目の特徴として長く楽しめることです。ソイキャンドルは高温になりすぎずまろやかにゆっくり燃焼するので、石油系のキャンドルに比べると 1.3 から 1.5 倍長く楽しめるとも言われています。長く使えるのはすごくいい特徴だなって思います。3つ目の特徴としてアロマとの相性が良いことです。ソイキャンドルは高温になりにくいのでワックスに溶かしたアロマも香りやすく、アロマキャンドルにすごく向いています。また灯してからワックスが液状になるのがすごく早いので香りもすぐに部屋に広がります。融点が低くて長く使えるっていうメリットも加わって、アロマの香りも長く楽しめるのはすごくいいことだなって思います。で、4つ目の特徴として暖かいお部屋だったりバスルームでアロマの香りが広がりやすいことです。ソイキャンドルは融点が低いんですけれども、ソイワックスで作ったアロマキャンドルの場合は暖かいお部屋だったりバスルームで火をつけなくてもほんのり香りが広がります。私もこんな感じでよく灯すんですけれども、長風呂をする時とかは最初の20分間だけ火を灯して、で、あとの20分は余韻の香りで楽しめたりっていうこともできます。すごくリラックスできるので、お風呂でキャンドル使うのもおすすめです。5つ目の特徴として空気の浄化作用があることが挙げられます。ソイキャンドルは燃えながら空気中のハウスダストだったり花粉やカビなどまで軽減されると言われています。朝使うとすごくすっきりして、例えばレモンだったりオレンジなどの柑橘系は朝の洗面台の上に置いたりして身支度しながら使うことが多いので、リフレッシュしたい時にすごくおすすめです。で、6つ目の特徴としてソイキャンドルは溶かして固めると天然のクリーム色になって見てるだけですごく温かい気持ちになると思います。で、もちろん色をつけてもパステルカラーになってすごく優しい色で素敵になります。リラックスしたい時に視覚も重要だと思うので、ぜひこのクリーミーな色を楽しんでください。で、最後の7つ目の特徴として水溶性であるということです。
ソイキャンドルの成分のソイワックスは水溶性でとても柔らかいので、テーブルだったり布製品についてしまっても大丈夫です。ドライヤーだったりお湯などで温めたりしながら拭き取ったり、あとアルコールなど使っても拭き取ることができます。で、7つの特徴は以上となります。ソイキャンドルはどのシーンでも使えますし、すごくリラックスできるので、ぜひ使ってみてください。ではバイバイ。